歩き疲れた。うん。昨日もそうだったし、一昨日も。引きこもりがこんな歩いてたらもう体力がしんどいよね。ちょっと休憩。楽しい。叶ってよかった。君と夏祭りデート。これぞ夏アニメの定番。そして胸キュンイベントがたくさんある。したよ。すごく。すっごく君の知らない間にずーっと胸キュン。人混みが多い中で頑張って私の手つないでくれて、離れないようにギュッてしてくれるたんびにキュンってしちゃったしさ。それに最初だって待ち合わせ場所君が来て、まさか君が浴衣着てくるなんて思わなかったからさ、ドキッとしちゃったよね。私はさ、去年買ったのがあったから。でも君は急じゃん、言われたのが。なのにあったなんて。え、じゃあ去年も私と考えてること一緒だったってこと？つくづく君とは意見が合うし、行動も一緒なんだな。どうだった？待ち合わせでさ、ちょっと私が遅れて行っちゃったじゃん。あれわざとじゃないんだからね。夏祭りだから人混みがすごくてさ、遅延してたんだよね、電車が。うん。それに下駄だと歩きづらくて。そっか。ドキッとしてくれたなら作戦成功だよね。これが夏休みの始まりとか考えらんないんだけど、まだまだ期間はあるけど、割とあっという間だったな、1週間。学校の休み時間、君と喋っててさ、やっぱ君と一緒にいると落ち着くなーとかさ。で、学校帰りいつものゲーセン寄ったりとか、だべりながら歩いたりしてさ、これが恋人なんだって。でも、アニメ見てるとさ、お互い顔真っ赤にして、ずーっとドキドキしながら喋ってるんだよね。君と一緒にいると安心感の方が勝っちゃってさ。今回を機に夏休みドキドキ大作戦っていう裏計画があったんだけど、全部君にやられちゃってる気がする。もう君ってばそこまで一緒だったなんて予想外だな。議長失格だな。だからなのか。だからずっ
と様子がおかしかったんだ。ほら、君ってそんなにさ、積極的なタイプじゃないでしょ。なのに、私がさ、ラブコメしようって言った瞬間、なんか、攻めが強くなったっていうのかな。ずっと翻弄されちゃって、私がやりたいことできなかったよ。今日やりたかったことは、遅れてごめんね。お詫びに、ほっぺにチュッって。できなかったけど。君が、今日もかっこよくて、恥ずかしくなっちゃった。今からは無理だよ。理由もないのに、チューなんて。あるって何が？うん、そうだね。じゃあ、毎日下手に理由考えなくても、恋人同士だからいいよねっていう単純な理由でキスできたんだね。今までも。夏は人を情熱的にさせるから、この熱を借りて、今キスするのもありかもなーなんて思ってますけど、どうですか諸君。元い君。よいしょ。いざこういうドキドキシチュエーションが来ると、心臓が締め付けられちゃうな。ドキドキしすぎて苦しくなっちゃうなって。でもこれはこれで心地いいかも。君だって震えてるじゃん。ほら、ラブコメだよ。ラブコメ。絶対このシチュエーションは外せない要素だから。どんな場面でも外せない要素にしていきたいなって思ってますが、いかがでしょうか。綺麗とかずるい手法を使ってきますな。じゃあ私は君と初めて喋ってからずっとずっと大好きなんだ。私のやんちゃな言動も全部拾ってくれるし、そのどうしようって困ってる顔もすごく好きだよ。恋人になってからもずっとずっと好きで、手をつなぐだけじゃ嫌だったんだよね。
大好きだよ。大好き。君が大好きだよ。うん。だって一回じゃ足りないから。すごいベッタベタなシチュエーション。お互いの気持ちが通じ合った時、花火がドーンって。綺麗だよね、花火が。その綺麗をどこを向いていってるのかな。もう夏は人を狂わせる、情熱的にさせる。情熱的な君も大好きだよ。あのさ、もっとしたいのは山々なんだけど、人が集まってきました。ここは花火を見るのにいいスポットだったみたいだ。しばらくのんびり眺めてよっか。そんなに残念そうにしなくても。ねえ、私ももっとしたいよ、キス。知らない。ほら、上見て、上。綺麗だなぁ。たまやーなんつって。足がパンパンだ。もうしばらく二人で休んでよね。人がいなくなるまでもうしばらく。